いや、そうはならんやろ。思わず突っ込みたくなるガンダムウィングのメタ解説。新機動戦機ガンダムウィングは1995年にテレビ放映された作品です。それまでのガンダム作品といえば宇宙世紀を題材にした作品が主だった中、ガンダムウィングの前年に放映された機動武闘伝 G ガンダムによってガンダムシリーズの作風が一新し、新たなファン層を獲得していましたが、本作はガンダムのパイロットをはじめとした主要キャラクターが全員美少年で、女性も対象としたメディア展開を行うなどの斬新な試みが取り入れられ、その結果さらに多くのファンを獲得した作品となりました。そんな新機動戦機ガンダムウィングは世界的に受けるキャラクター性やドラマを持つ作品に仕上がったことから、ガンダム史上放映された国が最も多く、中でもトランスフォーマーシリーズでおなじみのハリウッドスターミーガン・フォックスが新機動戦機ガンダムウィングを見て育ったとコメントしているなど、広い人気を誇ります。そんなガンダムウィングは作品の随所にツッコミどころ満載なネタが仕込まれており、非常に印象強く残るシーンが数多く存在します。そこで今回はそんな新機動戦機ガンダムウィングの突っ込みたくなるネタやキャラクターなどをご紹介させていただきます。1、まず最初にご紹介するのはです。もともとは新機動戦機ガンダムウィングの BGM の一つ、任務遂行という楽曲の1フレーズです。デデンから始まるこの楽曲は第1話冒頭のウィングガンダムが大気圏に突入するシーンで使用されて以降、作中の数々のシーンで使用されているのですが、特に第1話のラストで主人公ヒーローユイがリリーナ・ドーリアンに対してお前を殺すと言い放つ場面が特に印象的で広く知られています。ちなみにネットや YouTube でデデンと検索するだけで該当曲がヒットしたり、ガンダムチャンネル公式の第1話が検索結果に出るほど有名な言葉となっています。2、ガンダムウィングネタの中で効果音つながりでもう一つ有名なものがあります。それがガンダムサンドロックがヒートショーテルを振り下ろす際の効果音なのですが、ニコニコ動画ではオープニング内でこの瞬間に弾幕コメントが流れるほどになっています。この効果音はもともとはアニメーション音響効果技師の松田明彦氏によって制作されたもので、長い歴史があり、初代機動戦士ガンダムやその翌年に放映された機甲界ガリアンなどで使用されているものとなります。また近年ではガンダムユニコーンや G のレコンギスタでも使用されています。ただガンダムサンドロックの印象が特に強いのか、ネットで検索すると真っ先にサンドロックのショーテル振り下ろしが表示されるようになっています。3、個性強すぎるパイロットたち。ガンダムウィングのパイロットたちがオペレーションメテオを遂行するために訓練によって極限まで身体能力が高められています。主人公ヒーローユイもそんな一人ですが、その訓練成果は凄まじいものとなっており、作中では人とは思えない身体能力を発揮します。まず第1話ではウィングガンダムがコウコウドから海中へ叩きつけられた際、オズはパイロットは無事ではいられないと考えていましたが、ヒーローは無傷でした。また50階近いビルから落下してパラシュートを開くのが遅れても片足を骨折した程度であり、さらに自力で強引に直します。そしてウィングガンダムを自爆させた際には爆発の中心にいて、さらに高所から落下して血だらけで瞳孔も開き、どう考えても死んだという描写をされているにもかかわらず普通に生存していました。このようにありえない治癒力や生命力を持つほか、常人では開けられないはずの鉄格子を開けるという人間離れした筋力も持ち合わせています。ヒーローは訓練を受けたとはいえ特殊な人間ではないはずですが、深く考えてはいけないようです。ヒーロー以外のキャラクターたちも個性が強いキャラ揃いとなっています。リリーナは第1話でヒーローに殺害予告をされたにもかかわらず、怯えるどころか逆にヒーローに興味を持つようになります。そして早く私を殺しにいらっしゃいと海に向かって叫び、自分の出生の秘密に向き合ってからは世界に立ち向かう存在になっていきました。また最終話ではヒーローが自らの手編みのぬいぐるみをプレゼントしましたが、1話でヒーローがリリーナの手紙を破り捨てたのと同じく逆に手紙を破り捨てるという印象的なシーンもありました。ちなみに
ギリーナは飛行機の機内から外にいるヒーロに語りかけていたはずですが、ヒーロにはギリーナの声がきちんと届いていたようです。ヒーロは読心術ができるので、きっとそれで聞き取れたのでしょう。リョウは何かしら突出した特徴を持つガンダムパイロットの中で最も常識人な人物というキャラクター性ですが、個性をつけるためか貧乏くじを引かされる立ち位置になっています。そのためデスサイズの部品を取られたり、ヒーロやトロはそしてガンダム開発者たちに殴られたりするなどの扱いを受けていました。ただキャラ人気ランキングでは1位になっており、漫画敗者たちの栄光では実質的な主役に抜擢されるなどとなっています。トロワは寡黙で冷静に戦況を分析する人物であり、ヘビーアームズの弾薬が尽きればかえって身軽になることまで想定して戦います。しかしその割には弾薬を打ち切り、早々に死を覚悟する様子も見受けられます。厳重に警備されたインダス基地襲撃の際には、敵は来る、敵が来るだと、この警備で攻めるバカはおらん、バカは来るとも言われる中、ガンダムの特性を生かした戦術で基地を攻略するという印象的な場面もありました。普段冷静なだけに突拍子もないように見える行動が印象に残りやすいのかもしれません。なおガンダムのパイロットの例に漏れず、身体能力が非常に高く、服を脱ぐと筋骨隆々な姿になっており、新体操選手も驚きのムーンサルトができるほか、同様の動きをヘビーアームズで披露したり、機体を高速回転させながらアーミーナイフでエアリーズを切り刻むといった無茶な動きも見せています。コックピット内がどうなっているのかは考えない方が良さそうです。カトルは心優しい人物ですが、切れると危険ということを体現しているほか、ニュータイプとも思える言動を時折見せています。10話でヒーロが自爆した際には何かを感じ取り、26話では地球の声を聞き、49話では宇宙の心を感じているような描写があります。感受性が高すぎるということでしょうか。ウーフェイはアニメ版放映当時、過去の経緯やナタクの意味があまり描かれていないため、正義という言葉を振りかざし、一人突っ走ることが多い協調性のないキャラクターのように見えてしまうからか、ネタキャラとして扱われがちになりました。ちなみに幽閉されて空気を遮断された際に、自分の意思で仮死状態になることができるという恐ろしい能力を見せているキャラでもあります。ゼクスマーキスは名前のゼクスがドイツ語で数字の6を意味しており、実はゼクスが6番目のガンダムパイロットという伏線が張られたキャラクターです。仮面の下は美しすぎる容姿ということで、ガンダムシリーズで一番のイケメンランキングに名前が挙がることもあります。欠点がなさそうな人物ですが、あえて挙げるなら、どれだけミリアルド・ピースクラフトという本名やプリベンターウィンドというコードネームで名乗っても必ずゼクスと呼ばれます。またエンドレスワルツの最後にノインとチェスをしていますが、その結果大差をつけられて負けているようです。ちなみに初期設定ではニュータイプとされていましたが、最終的にガンダムウィングにはニュータイプを出さないことになったので、その設定はなくなったそうです。またトールギス登場当初は凄まじい G に耐えられず吐血していましたが、すぐに克服しトールギスを使いこなすようになりました。このトールギスの殺人的な加速は 15G とも言われていますが、現在上映中の映画マーベリックなどでは 10G でも意識を保つことが困難な世界とされており、いかにゼクスが人間離れしているかがわかるのではないでしょうか。トレーズはエレガントという言葉を体現したキャラとなりました。バラ風呂に入るという印象深いシーンに始まり、世界を切り開くのは敗者であるべきという独自の美学が色濃く表現されています。ちなみにガンダムウィングのモビルスーツは量産機利用などであっても、主役級の人物が登場するといくら被弾しても大破しないことが多く、よく見ると急所を避けて攻撃を受けていることも多いのですが、これが時にエレガント走行と呼ばれるようになりました。またゼクスはトールギスの殺人的な加速を使いこなすのに苦労しましたが、トレーズがトールギス2をたやすく操縦して戦場を舞うことに対しては、エレガントだから問題ないという一言で片付けられることもあります。なおそんなトレーズの声を演じた沖合良太郎氏はガンダムウィングのラジオ番組にて、放送当時トレーズが理解できなかったと語っています。ことは全てエレガントに。余談として、主役級が登場すればどんなモビルスーツでもエレガント走行でやけに硬くなるガンダムウィングですが、
他にも深く考えてはいけないものも存在します。例えば、エンドレスワルツでは、ウィングゼロ、ナタク、デスサイズヘル、サンドロック界、ヘビーアームズ界が地球へ降下するのですが、大気圏突入の際に、ウィングゼロは主翼を閉じて機体を保護、ナタクはシールドを使用、デスサイズも翼を閉じて機体を保護、サンドロックはマントを用いて機体を保護としています。しかし、ヘビーアームズだけは全身火薬庫になっているにもかかわらず、まさかの腕組みだけで大気圏に突入しているのです。ガンダムウィングは突っ込みどころが満載ですが、それがゆえにストーリーも登場キャラも際立っていて、モビルスーツデザインも秀逸な機体が多いのが作品を一層面白く知っている要因ではないでしょうか。ぜひ皆様の好きなガンダムウィングの名シーンや突っ込みたくなるシーン、コメントで教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。